ございます。今日はね、雪山について話していきたいと思います。雪山っていうとね、何でしょうね、雪山。日本のね、ほとんど大半はね、山なんですよね。ということは、山ってね、雪が降りやすいし、日本ってね、非常に雪が降る島でもあってですね、わざわざね、その雪、ディープパウダーとかね、求めて、それが資産になって、海外からね、富裕層の方がスキーとか来られたりとか、そういうこともあるというのが、日本ですよね。というわけでね、日本はやっぱりこう雪山ですよね。どんどんいっぱいあるので、身近なね、存在なんですよ。だから皆さん雪山登ったことありますか？ない人の方がね、多くて、危ないとかね、確かにいろいろ準備が必要だし、いろんな要素が必要だし、結構雪山に入るっていうのはね、それなりにハードルがあるアクティビティだと思うんですよ。そんな中でね、でもね、雪山の魅力みたいな観点で、例えばね、ガイドブックなんか見ると、みんなすごいね、晴れ渡った綺麗な青空と、白い雪の稜線、これがね、本当にね、コントラストになっていると、みんなそれをね、期待して、雪山に入られていくんじゃないかなっていうふうに思います。今日はね、実は雪山ね、私先週行ってきたんですけど、シーズン初めてね、初心者の方も一緒に行けるような山だったんですけども、そこに行ったね、ところ実際どんなのかちょっとお見せしたいと思います。あれも言えない。ここは電波あるかな。今だったらここなんじゃないですか。早いね。これのやつ。ヤマップって電波がないとオンにできないもんだよじゃないですか。そう今ね、さっきオンにできてなかった。さつこの鼻でスマホを操作するっていう。すごいね。手袋使わずに。もうあれかな、俺も手袋全部つけとくか。いいですね。ファイントラック、僕もファイントラックのがいい。全部ファイントラック、例のスーパーセールとスーパーセールで3レイヤー。いやね、一応唐松高専電波1個通ってますよ。どこもじゃない。楽天かこれ。活動開始できました。いやー、暑くなってきましたね。目がね、白くなってきました。いやー、雪山目がね、曇りまくるんですよね。いやー、半分ぐらいですね。天狗岳まで。だいたい。お天気はね、霧時々晴れということで、稜線がね、上は雲に覆われているという状況です。なので、上を見るとね、かなり曇ってますね。というわけでね、今回ね、八ヶ岳の天狗岳といったところに行ってきたんですけれども、非常にね、天気、普通に言えば良くないですし、吹雪一歩手前みたいな感じだったんですけれども、八ヶ岳のね、唐沢高専といったところから、天狗岳といったところを登るコースですね。約、どれぐらいでしょうね。5、6時間、7時間ぐらい、ゆっくり行ってね、かかるような感じでしょうか。そういったところね、行ってきてっていう形になってまして、ルート的にはね、よくある入門のね、雪山コースっていう感じです。真っ白に近いですね。じゃあ、風がそんなまだないですね、この海岸。
あ、どうします？あ、よけます？はい、やうわ。ああ、いいですね。ちょっとこう、切れ落ちてる。切れ落ちてるという。動いた。いいですね。ニューテングラーがうまくいってて。森林限界です。か。というわけでね、していくだけに。welcome to 1600 kilometers. で、今日は非常に曇りっていうかな、こうなってるのですね。じゃないでしょうか。このギャンで気がつけ。シュテングのこれ音声入ってるから。シュテング音声入ってるしね。かね。完全に凍っちゃいましたね。凍っちゃいました。目の前に聞こえた。あ、これは。いや、実はね、これで釣りが入るんです。こうだって。ここはね、そこがね、東天狗岳なんですけど、全然見えないですね。ここはもう、これ、東天狗岳。来た。もっとあるでしょ。15。来た。東天狗岳。15来た。はい、帰ったね。風速15メートル。ちょっとした斜面ね。動画で撮ると斜面なんていうかわかんない。というわけでね、これより減ってですね、ビーフシチューが美味しい。有名なお店らしいです。風強かったね。風が。よし。セルト吐く。ああ、待ちます。カレーライス、ビーフシチュー単品1300円。ビーフシチューセット1600円。あ、いいっすね。はい、というわけでね。これより降ってから、もう結構2時間以上歩いたんですかね。あれ、こう着いたんじゃないかっていう感じなんですけど、これ橋があって、ついてますよね。そこね、林道なんで、ついてますね。あ、よかったです。はいはい。入林者の皆さん。はい、いいですね。風がこうですね。もうあとね、これちょっとですね。いいですね。いや、でも今ね、時間はもう3時半ぐらいでね、ちょうどね、まあ冬の、このね、日の短い西日が差し込んできてですね、この西日もまたね、美しい感じになっているっていう、状況ですね。山の上ね、今日すごい、風がね、やっぱかなり風やばかったですけど、いやーでもね、ここね、下、すごい穏やかでね、穏やかいいんじゃないでしょうか。普段ならね、ここすごい沢がね、あって水がいっぱい流れてるところなんだけど、今だからもう、ね、完全に雪になっちゃってますね。これね、温泉が湧き出てるんですよ。
で、温泉湧いてるんで、ちょっとね、ここだけちゃんと虹がある。ただ色がちょっと違うのもやっぱ温泉ですよ。はい、このね、唐松高専なんですけど、ちょっと湯気がね、出てるの分かるかなって思うんですけど、温泉がね、ついてる、まあ山小屋というか、なんですよね。冬のね、なんていうか雪山ってどういうところだろうって初めてね今回行かれた方いるんですけども、やってみるまではどういうものかって分かんないじゃないですかね。雪山ってどういう場所なんだ、雪山登山ってどういう感じなんだでね、最初の、初体験一発目がですね、綺麗な青空ですごいこれはすごいねっていうのがあるとじゃあまた行こうかってなるんですけど、初っ端がねああいう天気が悪い状況だといやちょっといいかなもうみたいな感じになっちゃったりっていうこともねあったりするわけですよ。今回ね初めて来られた方いたんですけれども、天気がね、正直あんまり良くはなくて、ただね雪山はね正直天気が悪い時の方が多い。天気がいい時っていうのは割と稀というか、珍しくこれは良かったねっていうラッキーな感じになるという状況なので、どちらかというとですね良くないというか当たり前の状況にね直面をしているんですが、雪山に対するモチベーションを維持するという意味では初っ端はね、綺麗な青空であってほしいなというのはあるでしょうね。はい。でね、やっぱり雪山ねやっていく上で結構ね道具とかねたくさんねやっぱ用意するっていうのもありますし、その分お金もかかりますし重いですし、で結構ね食べ物も凍ったりとか水も凍ったりするのでいろんな工夫が必要です。で私もねハイドレーションを冬に使うっていうのをやってるんですけれども、チューブで水吸うやつですね。あれいちいちねカバンを下ろして水筒とか出してね水飲むの大変なんですよ。で水を飲むのが難しければ難しいほどやっぱ水分の摂取がですね、できなくなると。そうするとやはりですね体の中の電解質成分のバランスが崩れて、それがですねなんていうか行動しにくくなるというか問題にやっぱりつながるという部分があるので、そう考えるとですねやっぱ水は頻繁に飲む、かつ凍らないように、かつそのザックからですね下ろしやすいようにって考えるとやっぱハイドレーションがいいんじゃないかという結論なんですが、ハイドレーションはですねチューブがカバンから出てますので何が起こるかというと凍っちゃうんですよね水がチューブの中で。で私ね結局凍らない仕様のですねチューブというのも用意したんですが結局凍りました。でねチューブも、何種類かあって、もう一個の私が今回使わなかった方であれば大丈夫じゃないかということで、次回やるとしたらそのチューブでチャレンジしたいなというふうに思うんですね。こういう感じですね、水を飲んだり食べ物を食べたりというのもですね、一苦労というかいろいろ工夫が必要なのがですね、雪山という感じで、食べ物もね普通に例えばおにぎりとかねめっちゃ凍っちゃいますし、もうね米の中の水分が凍っちゃってもシャリシャリにバキバキになります。はい。でパンとかね凍らないとかね、あとチョコレート系も凍らないとかね、いろいろあるんですけど、そういうのも工夫していかなきゃいけないっていうのが、雪山のね、難しいところだったりするわけですね。はい。でね、そういうところを乗り越えながら、やっていくっていう、どっちかというとかなりアドベンチャー、それをしていくっていうのが、本当に雪山なのかなっていう感じですよね。そういう不便を、乗り越えてもやってみようっていう気持ちになれるかどうかっていうのが、ポイントで、大抵、山にあまりね興味がない人は、そういうことを全然考えもしないでしょうし、山に興味がある人もね、結構ハードル高いなと思われるのは実際なのかなと思いますね。ただね綺麗なね天気のいい山にねやっぱり巡り合った時っていうのは結構結構変え難いというか、こんないいところあるんだ、こんな素晴らしい世界あるんだみたいな、そんな感じになったりはするんじゃないでしょうかというところですね。